こんにちは、たかしです。本日は7月16日土曜日、週末ですので、来週18日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。今週の週足は下髭の陽線となっております。今のところずっと下髭で、この辺がすごく硬いのがわかりますよね。この辺がサポートされている。そしてここを攻めては何度も戻されているっていうのが今は週足からわかります。全部この辺が下髭になってますので、これだけを見るとここから上昇しそうな風にも見えてきます。ただ、インジケーターはまだ弱いんですよね。これがちょっと気になるところで、今のこの下髭だけ見てると、今サポートされてそこからいつ上昇してもおかしくないという風にも見えるんですが、いつも言ってます下髭、長い下髭の陽線っていうのは、この今週のローソク足みたいなのを指すんじゃなくて、本当はね、この辺、160円ぐらいを一度目指していって、下髭で下に突き抜けて、そこからの戻しの陽線。だから、本当に一旦下を掘ってから上に戻ってくるっていう、そういう陽線を期待してたんですね。なので、ここを見てると、今は下支えされているようにも見えるんですが、ただただこの中でのレンジで動いているという、それだけになってしまいますので、ちょっとここから上昇の優位性っていうのはそれほど感じない。そしてストキャスティクスは今デッドクロス中。もしかしたら週明け少し上向いてくるかもしれませんが、過去のデッドクロスを見てますと比較的下落してますので、今回も比較的下落するんだろうとは思います。まだそこで下支えされている状態ではあるんですが、ストキャスティクスが比較的安値付近まで下がってくるところまではまだまだ下げ続けるんだろうなと思いますので、もう少し下げる余地があるのかなと考えております。ただ GMM は上向きというところで基本的には上昇トレンド中で今下支えされている感じもするので、いずれはこの168円を上抜けて、さらにこの上ですね、この辺175円ぐらい、この赤ラインぐらいですね。この辺を目指してくるのかなと思っているんですけれども、今のところはもう一段深掘りしてほしいなと個人的には考えているのと、方向感を出すためにもやはり一度深掘りしてからの上昇、もしくは一度強く上げてからの下落などのそういった動きをしてほしいところです。今はこのストキャスティクスに従って動くと考えると、もう一段深く下がってきて GMMA にタッチするぐらいまで下げてきてほしいところではありますね。MACD は方向感がありませんので、今は GMMA が上向いていますので上昇トレンド中、ただしストキャスティクスは高値圏で上値も重いというところで方向感が分かりにくい状態です。では、日足です。日足のストキャスティクスもいよいよ高値圏に来ました。そろそろ下落しそうな雰囲気ですね。日足もそうなんですが、ここの下落を見てますと、ここなんですよ。結構大きく下落してますので、このストキャスティクス、週明けですね、週半ばぐらいには上限に達する感じがしますので、そう考えると、そこからの下落っていうところで、週前半から週半ばにかけては下落に警戒っていうところでしょうか。そして、週足のストキャスティクスが今下向いておりますので、それが週明け後も下向いていて、しかも、この日足のストキャスティクスが高値圏からデッドクロスするようになると、週足、日足ともにストキャスティクスは下向きになりますので、そこから大きめの下落につながると考えられます。MACD は今ゴールデンクロス仕掛けてはきているんですけれども、週明け、このクロスが弱かった場合はそのまんま下向きで、ストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしてくると、それにつられてこの MACD も下向きになってきますので、今ゴールデンクロスしたからといってこのまま上を目指すというわけではなくって、やはり上値が重いなと思ってます。で、昨日の動画でもお話ししてましたが、この陰線ですね、7月5日の陰線の今ハラミ足の中にいると、今ハラミ足状態なんですね。なので、そこを上抜けるか下抜けるかでまた今後の方向性も変わってくるんでしょうけれども、ただ上抜けてもすぐ上にはこの三角持ち合い上限がありますし、今度下抜けてもすぐこのトレンドラインがあるというところで、やはりちょっと分かりにくい動きをするのかなと。で、今 GMMA は横向きですので、かろうじて今週上げてはきているんですけれども、なかなか上値も重い。で、上がったり下がったりっていうところですごく分かりにくいんじゃないかなと思ってます。ので、日足も今は方向感がなし。ただ、そろそろ高値圏、ストキャスティクスが高値圏に来てますので、これからの大きな下落には警戒が必要と思っております。では4時間足です。
この黄色のボックスは日足の7月5日の陰線の高値安値に引いたものです。なので今ここハラミ足になっていると言いましたが、このボックスの中で動いているってことですね。ただその中でも安値はずっと切り上げてきておりますので、このまま上昇しそうな雰囲気にも見えてきます。そしてここをトレンドをつけて下落をしてきておりまして、そこを今こういった上昇トレンドに入りかけているというところでもありますので、ここから上昇していくのかもしれません。そして GMMA 今下支えされているようにも感じますので、上昇しそうな雰囲気ではあるんですが、やはり上位足の方向感がないところで、今4時間足も方向感はありませんよね。目線としては上なんですね。4時間足の目線は上。そして1時間足の目線っていうのはここなんですが、まだ下なんですよ。ですので、今は上にも下にも行きやすい。そして GMM にサポートされているようにも見えますけれども、ここで上げ渋っているようにも感じますよね。で金曜日なので仕方がないとは思いますけれども、今ここで、ここから上げていけるのかどうかっていうところで小さく三角持ち合いのようなものを描いているようにも感じますので、これをどちらに抜けてくるのか。ただ基本的にはこの上限、165.2 付近、そして下限が 161.5 付近、この辺に来たところでの、上限での逆張りショート、下限での逆張りロングみたいな、そんな感じでやっていくのがいいのかなとは考えてます。で、先ほど日足でもお話ししましたように、ここを上抜けてもすぐ上には三角持ち合いの上限がありますし、このボックスを下抜けてもすぐ下にはこの、トレンドライン、オレンジのトレンドラインがありますので、この辺も意識されてくると思いますので、上抜けてそこについていく、下抜けてついていくっていうのも少し危険かなとは感じますので、やはり今安全なのはこのボックスの中で上限に来たところではショート、下限に来たところではロングという風にやっていくのがいいのかなと思ってますが、今日足のストキャスティクスがそろそろ怪しくなってきましたので、そうなると今度は急激に下落する可能性もありますので、そうした場合はこのボックス加減でのロングっていうのは少し危険かもしれません。その場合はこの160円ぐらい、この白いラインなんですが、この辺付近まで引き付けてロングするのがいいかなと考えておりますが、今はやはり4時間足でも方向感が分かりにくいというところで GMMA は少し上向きかけてるんですが、せめて昨日の高値ですね、ここ 165.2、つまりこの黄色のボックス上限を抜いてきてくれると、まだ、押し目買いっていうのがやりやすいかもしれませんが、やはり先ほど言いましたように三角持ち合い上限もありますし、この辺は注意かなと見ております。なので4時間足でも方向感はなしというところですね。ストキャスティクス、マクディともにどちらも方向感は示していません。では1時間足です。となると1時間足での方向性ということになってくるんですが、一応 GMMA は上向いているんですね。なので上向きではあるんですが、今ちょっと怪しいですよね。GMMA は上向いてて、一旦こういった感じで GMMA に接触すると反発、接触すると反発なんですけれども、今接触してきたところでの反発が弱くなってきておりますので、そろそろ怪しいなと思っております。今ここで4時間足で言ってましたように三角持ち合いみたいになってきましたので、これをどちらに抜けるか。ただ上抜けてもすぐ上にはここ 165.2 付近は、ここはレジスタンスになると思いますので、この辺では今度ダブルトップが意識されての下落というところになってくるでしょうし、下抜けた場合は結構この下までは、値幅がありますので、その辺まで下がってくるとは思うんですけれども、今のところずっと安値を切り上げておりますし、下がったところでは買いが入ってきてますので、底堅い印象も受けるんですね。ですので、今は一旦日足のストキャスティクスが高値圏付近で、デッドクロスする兆しがあるのを待つのがいいのかなとは考えてます。1時間足、インジケーターは方向感がありませんね。ただ、マックディがちょっと怪しいですね。横ばいのチャートに対してマックディはずーっと右斜め下になってますので、ダイバージェンスを起こしている状態です。ちょっとぐちゃぐちゃっとしているんですが、なので、ここから下落する可能性もありますし、日足のストキャスティクスが怪しくなってきてますので、そろそろ高値を追うのは難しいんじゃないのかなと。週明けにこの辺にトレンドラインを引いてみて、そこを割ってくるようですと、一旦このボックス加減を目指す可能性があるなと思っております。で、ドル円がそろそろ崩れそうな感じになってきましたので、どこまで崩れるかにもよるんですけれども、一旦下を目指す可能性が高いなとは感じております。で、1時間足は一応上、それ以外の時間足は方向感がないので、どちらに行くかが分かりにくい。で、そう考えると基本的には上だろうなと思うんですが、ここでは今上げ渋っているっていう事実もありますし、かなり方向感がなく分かりにくいなとは感じておりますので、今はトレード向きじゃないなと思ってます。これはクロス円全般に言えることだと思うんですね。ドル円とドルストレートが逆の動きをしているので、クロス円が、方向感がない。それから今ドル円の方向感がなかったので、
昨日なんかは特にそうですね、ほとんど動いていませんでしたので、すごくわかりにくいなとは思っておりますので、今はもうしばらく、わかりやすい形になるまで様子見してもいいのかなとは感じております。なので、こういったところで無理やりに下がると思ってトレードしたりとか、上がると思ってトレードするっていうのは、やはり負ける元になりますので、それは避けた方がいいと思ってますので、今は一旦週明け、もう少し週半ばぐらいまでは様子見してもいいのかなと。ただ、こういったわかりやすい高値に来た時は、ここでのダブルトップを狙ってのショートエントリーだとか、トレンドラインを割ってきたらそこからのエントリーなんかはいいと思いますので、そういった分かりやすい形になるまではもうしばらく待った方がいいと思ってます。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。